非常にそのチャレンジングなご質問だと思うんですけど、直面している課題というのは結局、これは、医院がっていうよりも、その社会全体なんですよね。結局、いつのも誰が感染してて、誰が感染してないのかがわかんない。これは医者でが誰でもわかんないんですよね。だから、パンデミックっていうところで大事なのが、どうしてもその、医院って、不特定多数が、もう場合によって1日200人が来る。1日だけで200人患者さん来るんですよね、多い時で。で、こういうところで、待合室で誰か一人でも感染している人がいたらどうしようって、やっぱりすごく心配なわけです。これはもう、人がいっぱいいる施設共通の悩みのうちだからっていうことではないんですね。これも社会全体の悩み、人が集まる、いわゆる3密だったりとかいう空間では、やはりその感染が広がってクラスター化するということ自体、どうしてもあちこちで起こっている問題ですので、だからやっぱりそれを避けなければいけない。じゃあ、3密を避けるっていうことに関して、病気で困っている人に来るなとは言えない。だとしたら、なんとかして来なくて済むような方法ができないかと。幸い、その厚生労働省とかもどんどんその打つ手が変わってきて、オンライン診療の自体も以前からその導入しようとは思っていたんですけど、保険でオンライン診療をやる場合って、診察よりも、実は保険点数って低いんですよね。そうなんです。だから逆に、経営的には良くないという状態であったと。だから導入ってなかなかされなかったんですけど、今回、経営とかそんなこと言ってる場合じゃない状態、これは入れとかないと、この待合室の混雑ぶりを考えると、ちょっとまずいということで、ちょっとすぐ入れたいなと思ったわけです。正直、慌てて導入しました。ちょっと感染がちょっと深刻になり始めた3月の中旬ぐらいにはちょっと考え出して、正直あんまり時間かかってないです。最初はですね、オンライン診療したいですという申し込みを、そのサーベイで作った申し込みフォームで、そのまま CRM に紐付けて、今のところはそのうちにかかっている患者さんだけをターゲットしているので、もう連絡先に直接入れるようにして、名前と ID とメールアドレスを紐付けさせて、それを入れてしまってから、実際のその診療日を決めると。で、その決めたら、もう予定のところに、何月何日の何時何分から、この予定を入れますよと。予定を組むときに、オンライン会議をするというのをポチッと押せば、オンライン会議が設定できますので、そこに予定組んで、参加者のところにそのさっきの連絡先の患者さんを入れて、招待メールが自動的に送られますので、それを送ると。この後、その予定の時間に、診察をすると、ビデオチャットをするということですね。で、それが終わって、例えば、お薬ですね。基本的にはその最新の方、保険診療でしたら最新の方が主ですので、お薬ですね。これを処方するわけなんですけど、処方箋自体は薬局に送らないといけないので、それも薬局にファックスしてますですね。処方箋をファックスして、あとはその患者さんにその薬局にはちょっと取りに行ってねというところですね。情報 CRM の中でもいいですし、あと情報ブックス。ここであとその請求書を作って、で送信して、ペーパルのアカウントを作ってそれと紐付けしているので、そのペーパルアカウント、そのペーパルからその支払いしてもという流れですね。予約からその診察まで、診察の終了までそこで完結させるということです。ほぼほぼ、情報 CRM の中でできちゃう。そうですね、もうすでに毎日利用されています。今日も今日は3名ですね。コロナが、福岡県もやっぱり緊急事態宣言出たとはいえ、やっぱり患者さんもそんなに減ってないので、特に強くアナウンスしているのが赤ちゃんさんですね。ちょっと比較的忙しいお仕事されている、働き盛りの年齢の方とかですね、を中心にちょっとプッシュしてますけど、やはり正直スマホ使えたらできるじゃんっていう。スマホでアプリをダウンロードしたらできるからやってと。ですね、
もうまだ難しいっていう人もいます。で、はい。楽って言ってくれる人もいます。特に一番楽だったなっていうのが、結構比較的遠いところから、車に乗ってこられるよ。もうなかなかちょっと病院に入るのちょっと大変みたいな方とかがいらっしゃっても、その方が、最初にオンライン診療したんですけど、その方はもうすごく喜んでらっしゃったですね。で、持病が終わりになるので、待合室で待つのが怖い。だから、ちょっとアプリ入れるの、ね、情報ミーティング入れるのもよくわからないけど、とにかくできたと、ここでくださってはいました、だいぶ。ですね。正直もっとオンラインで来てほしいんです。できれば、もう待合室はガラガラであってほしいなと思ってるので、ただ、やはり一日そうですね、数人、2、3人ということでも、少なくともそういったことを始められたことだけでも、少しでも一人でもリスクを減らすことができるというところでは、すごく貢献ができたんじゃないかなと。やっぱり、一番喜んでくれるのは、やっぱり子供連れのお母さんですね。子供さんを外に出すのも怖い。でも病院には行かなきゃいけない。でもそれ一人と悩んでても子供良くならない。病院自体もリスキーである。病院の待合室自体もリスキーな場所なんだっていうことは、お母さんはよく分かってるんですよね。だけど、来るのもすごく迷ったっていう方とか、やっぱり一方、もうそのオンライン診療っていうのを始めたっていうのを見つけた瞬間にもすぐ予約してくださった方とか、本当よかった。先生、前回お伺いしている範囲だと、日本の皮膚科のお医者様の中では、発言権というか、権威と申しますか、いろんな知ってる人が多いというか、そういう先生だと認識しておったところなんですけれども、特に皮膚科じゃなくてもお医者さん結構かかってる人多いじゃないですか。何か皮膚科のお医者さんに向けてでも、日本のお医者さんに向けてでも、何かこうしたらいいんじゃないっていうコメントがあったらぜひ。オンライン診療どんどんやってねっていうところあるんですけど、結構そのオンライン診療をやってるプラットフォームとして提供しているところも結構あるんですけど、高いんですよね。月額が万ぐらい多分取られると思うんですけど、例えばその初期導入費用も結構数十万取られるし、その導入費用とかで足踏みしてる人って結構多いんですよね。で、例えばこれと比べると、情報ファンだったら、機能自体は圧倒的に多いわけですよね。オンライン診療に特化してるわけでもなく、CRM ができて、もう何でもかんでもできると、僕全然その機能自体僕は全部把握してないですよね。こんなこともできるんだって毎回驚くくらいなんで、そういったプラットフォームビジネスにも全然負けないというか、余裕で勝ってるぐらいの機能を持っているにもかかわらず、安く導入できるというところは非常にメリットだと思ってますし、リフォームっていうのが、医療業界、特に浸透してるわけではないですよね。多分ところってほとんどないんじゃないかな。ただ結局、まずは今のコロナ対策として、CRM を中心としたシステムをオンライン診療を中心にまず使ってみるというところはスタートでいいと思うんですけど、あとはアフターコロナですよね。で、それで CRM に慣れて、アフターコロナで、いろんなサービスの向上として CRM を活用するというところ自体は貴重なことなんじゃないかなとは思ってるんですね。だってでも今回の、本当に、ゾフォンワン入れて本当良かったなっていうのはやっぱり一番、実感できたかなっていうこと。で、結構やっぱり、さっき言ったようないろんな、機能もめちゃくちゃありますよね。はい。で、もう本当いろんなことが例えば一つ、ゾフォンってパッケージでできるというところと、全部何ができるのか把握しきれてないぐらいいっぱいあるっていうところなので、それこそアイデア次第ではもっといろんなことができるんじゃないかなとは思ってるんですけど、
まあ、それができて、まあ、この値段だったらっていうところはありますよね。